皆さんこんにちは。まーちゃん日本語ポッドキャストのまーちゃんことまゆかです。皆さんお元気ですか？このポッドキャストを初めて聞いてくれた人も、いつも聞いてくれている人も、私のポッドキャストを聞いてくれて本当にありがとうございます。このポッドキャストを撮っているのは2024年12月10日です。さて、今回はどうしてこたつにみかんなの？温かいと温かいの違いは？という2つのテーマでお話ししたいと思います。まずはじめに、皆さんはこたつってどんなものか知ってますか？こたつっていうのは日本の伝統的な暖房器具で、テーブルの下にヒーターがついています。その上に布団をかぶせて、暖かい空気を逃がさないようにして、足を温めながらリラックスできるんです。冬になると、多くの家庭で使われている、日本の冬には欠かせない暖房器具なんですよ。もしかしたら皆さんの中にはアニメや映画などでこたつを見たことがある人もいるかもしれませんね。こたつの上をよーく見てみるとみかんが置いてあることが多いと思います。こたつのイラストとかも調べてみるとみかんが載っていることが多いんですが、もちろんこたつの上に置いておくのは、おせんべいでも、ポテトチップスでも、クッキーでもチョコレートでも、チョコレートはこたつに置いといたら溶けちゃうかなみかんがこたつの上に置いてあるのは、日本人の感覚だと普通のことなので、冬の寒い日は、家族みんなでこたつに入って、テレビを見ながら、おやつにみかんを食べるというのはよくあることなんですよね。では、どうしてこたつにみかんなのか。私もちょっと気になっていたので調べてみましたよ。まず、冬が旬の果物であるみかんは常温で置いておくことができて、皮を剥くのが簡単で食べやすいんですよね。そして栄養も水分もたっぷりで、乾燥する冬に水分補給とビタミン C の効果で風邪の予防ができるみたいですね。あと、みかんは風通しの悪いところに置いておくとすぐにカビが生えてくるので、買った時の箱の中にそのまま入れておくよりも、箱から出した方が風通しが良くて長持ちするんだそうです。だから箱から出してこたつの上に置いて風通しを良くしてるんですね。確かにね、みかんって家族が多いと段ボール1箱分20個とか30個とか入っている箱を買ったりするので、それを買った時、そのままの状態、箱の中に入れたままにしておくと、すぐカビが生えちゃったり、箱の下の方にあるみかんは、上にあるみかんの重さで潰れてきちゃったり、結構繊細なフルーツなんですよね。あと、寒い冬に一回こたつに入っちゃうと、快適でもう動きたくなくなっちゃいますから、できるだけ動かないために水分補給もできてビタミン C の効果で風邪を予防することもできるみかんをこたつの上に山盛りに置いておくのはすごくいい考えですよね。そしてもう一つの疑問。寒い冬には寒いという言葉もよく使いますが、暖かいもよく使いますよね。あと、あったかいって言ったりもしますが、これも
暖かいと同じ言葉ですよ。この2つの漢字は同じ読み方で意味もそっくりですが、どうやって使い分けるのか不思議に思ったことはありますか？漢字が難しい方の暖かいは、その空間全体が暖かい時に使います。例えば、天気予報のニュースで、今日は天気が良く、一日中暖かい日が続きます。とか言ったりしますね。あと、部屋の中が暖かいとか言ったりもしますよね。漢字が難しい方の暖かいの反対の言葉は寒い。暖かい部屋の反対は寒い部屋って言いますよね。漢字が簡単な方の暖かいは一部の場所、体の一部や気持ちなどを表すとき、温かいコーヒー、温かい手、心が温かいとか言ったりしますよ。漢字が簡単な方の温かいの反対の言葉は冷たい。温かいコーヒーの反対は冷たいコーヒーって言いますよね。どっちの漢字を使うか迷ったら、こういう風に考えてみるといいかもしれませんね。どうでしょう？私ちゃんと皆さんにわかりやすく伝えられてますか？大丈夫かな？日本語って同じ読み方で意味も似てるのに、文字を書くときにどっちの漢字なんだろうって思う言葉が多くて混乱しちゃいますよね。でもこの細かい違いを覚えられたら本当に上級レベルの日本語を身につけられると思いますよ。今回は2つの疑問をテーマにお話ししてみました。どうでしたか？今回のように同じ読み方でどのように使い分けるのかわからない言葉があったら、ぜひコメントで教えてくださいね。こんなテーマで話してほしいというリクエストもお待ちしています。もしこのポッドキャストがいいなーって思ってくれたら、高評価ボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はここまで。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。